江戸幕府による鎖国政策のもと、300年続いた平和な世では、日本独自の町人文化が花開き、中でも浮世絵は庶民の間で絶大な人気を誇った。今回は葛飾北斎と建築家妹島和世による墨田北斎美術館をご紹介します。北斎は1760年から1849年の浮世絵師で、富岳36景、神奈川沖浪浦で知られている。かなりの長寿で90歳まで生きた。長い生涯の中で30回以上も改名を重ね、北斎という名前は38歳から60歳までの間の名前。ちなみに亡くなった時の名前は画狂老人万事。浮世絵には肉筆、つまり筆で描いたものと版画がある。版画は絵師が下絵を描いて、下絵を貼った木を彫り師が彫り、最後に摺り師が彫った木に色をのせて紙にする。版画を用いることで大量生産が可能となり、アートというよりはプロダクトとして一般大衆に大量に流通した。北斎は全国に200人以上の弟子がいた。全員に直接教えることができないので、絵手本を書いた。それが北斎漫画として出版され、ベストセラーとなり、海外へも流出した。西洋でジャポニズムと呼ばれる日本ブームが巻き起こり、ゴッホやモネなどの印象派画家へ大きな影響を与えた。代表的なものにモネのラ・ジャポネーズ、ゴッホのタンギーじいさんなどが挙げられます。私がヨーロッパで暮らし始めた時、日本芸術への評価の高さには非常に驚き、文化を作ってきた先人たちへ感謝の思いが湧きました。代表的な浮世絵にはこんなものがあった。美人画、これは今でいうアイドルブロマイドのようなものであったと言えるでしょう。春画、男女の営みを表したポルノ作品。歌舞伎役者を描いた役者絵。しかしこれらは幕府から娯楽こそ世を堕落させるものとして、版元や絵師は創作の自由を奪われ、厳しく弾圧されてしまった。浮世絵の歴史は弾圧されては抜け道を探しの繰り返しであった。そんな中、旅行ブームを背景に、北斎の風景画富岳36景が大ヒット。当時の北斎は72歳にて旅に出、46枚の富士山の絵を描き上げた。36景と言われているのに46枚描かれた理由は、あまりの人気で10枚追加したからだそうだ。風景画だけでなく、あらゆるジャンルの絵を描いた。一人の絵師が描いたとは思えないほど画風の違いが見られる。日本のさまざまな流派を学んだことに加え、西洋画法も積極的に学んだからだ。天地、宇宙、自然を自分の師と仰いだそうだ。絵に対する強いこだわりと頑固な性格、それからお金に無頓着。そのせいで生涯貧乏生活だったという。19歳で絵を描き始め、亡くなるまで3万点以上の作品を残していて、1日1枚描いても追いつかない勢いだ。こんな話も残っている。彼は全く家の掃除をせず、
限界まで汚くなっては生涯93回の引っ越しを繰り返したそうだ。めんどくさかったからかもしれないが、掃除の時間すら惜しんで絵に没頭していたと美化しておこう。彼は亡くなる前、あと10年、5年あれば真の画家になっていただろうと話したそうだ。人気画家になり、弟子も抱え、90にして謙虚でさらに上を目指し続けた偉人であった。ここ墨田北斎美術館は東京都墨田区、北斎が生まれ育った地にある。鏡面のアルミパネルに周辺の風景が映り込み、地域に溶け込んでいくかのよう。建築に開けられたスリットは1階部分が美術館のアプローチとなっていると同時に外部通路としての役割を担っている。回遊性が生まれたことで公園で遊ぶ子どもたちが外部通路を公園の一部として楽しそうに駆け回る。世界の北斎、瀬島和代のコラボレーションだ。